あら？郵便受けに何か入っているみたい。郵便が1日2回も来るなんて変ね。何かしら。こんばんは。富岡さんにお聞きしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか？どうした？今日、うちの郵便受けに手紙を入れましたよね。あれは一体何なのですか？新手のいたずらですか？何のことだ？とぼけないでください。何やら怪しい粉が同封された手紙です。思い出しましたか？身に覚えがないが。富岡さん、差出人のところに富岡と確かに書いてありましたよ。それなのにとぼけるなんて、嘘をつくのが下手にも程があります。胡蝶、本当に俺ではない。俺を名乗った何者かの仕業かもしれない。その手紙を今すぐに捨てろ。本当に違うのですか？じゃあ、誰かのいたずらですかね？わかりました。すぐに捨てます。ああ、何かを企んだ奴の仕業かもしれない。気をつけるんだ。とは言ったものの、これはどう見ても富岡さんの書いた文字に見えますが、どういうことなんでしょう。とりあえず任務から戻ったらこの粉の成分を調べてみましょうかね。飯の呼吸。今日の鬼は随分と弱かったですね。被害情報は誤報だったのでしょうか。いいね。戦う女の子。嫌いじゃないよ。誰？驚かせてしまったかな。悪かったね。少し話をしよう。俺の名前はドーマ。上限の2だ。君の名前は？上限？まさか一人の時に出くわしてしまうなんて。一人で応戦するのは危険ね。様子を伺ってここは一旦退くべきだわ。あら、こんばんは。何のお話でしょうか？はは、素直でいい子だね。君は柱かな？もしそうなら残念だけど返してあげられないんだよね。柱？そんなわけないじゃないですか。それもそうだよね。こんな簡単に会えたら誰も苦労しないか。じゃあさ、耳に花札の耳飾りをつけている男は知っている？炭治郎くんを探しているんだわ。早く知らせないと。ごめんなさい。わかりませんね。そうか。消えた。嘘はいけないな。さあ、正直に話すか、このまま首元から食われるか。どっちがいい？虫柱の胡蝶忍ちゃん。後ろを取られた。それにこいつ本当は最初から私のことを分かっていて、こんなことを。不覚です。ははは。さあ、どうする？早く決めてくれよ。どうするそうだわ。ここは一か八か賭けに出るしかなさそうですね。飛んだ。でもそんなんで逃げられると思われちゃ困るな。今よ、あの粉、偽富岡さんからの手紙の中にありました。この手紙に書いてあることが本当ならば。胡蝶、そう遠くない未来に君は上限と対峙するだろう。窮地に追い込まれたらこの薬を飲んでほしい。きっと胡蝶の役に立つだろう。何の薬か定かではありませんが、もうこれしか方法はないようですね。ずいぶん高く飛んだみたいだ。さあ、早く降りておいで。って消えた？おかしい。さっきまで格好してきていたじゃないか。すごいわ。体が小さくなってしまいました。風に吹かれて落下地点が変わったのね。このまま木の上で身を隠してあいつがいなくなるのを待ちましょう。せっかく柱を見つけたっていうのに消えるなんてどんな呼吸の使い手なんだ？そのまま行ってください。
ばされるわ。あ、見つけた。なるほど、そういうことか。話せ。何か言ったか？ああ、こんな小さい女を食べるの初めてだ。噛み砕くのはかわいそうだね。もうダメ。食われる。柱の踊り食い、いただきまーす。小さすぎて丸飲みしちゃったよ。やっぱり物足りないな。いたた。私、助かったのかしら。あいつに食われたのに、そのまま体内に。ここはおそらく、胃の中、ですね。助かったとは言えない状況だわ。このままここにいては、胃酸で溶かされてしまうということですね。うわぁ、なんで今日は男ばっかりなんだ？俺は女しか食わない主義なのに。水の呼吸。誰だ？七の型。雫波紋月。いきなり俺の美しい顔に攻撃してくるなんて、頭にきた。お前を許さない。水の呼吸。七の型。雫波紋月。くそ、お前聞いてるのか？胡蝶、頼む。気づいてくれ。まずいですね。胃酸がどんどん増えてきている。もう逃げ場が。雨。違う。この水は、富岡さんだわ。水に濡れたら、体が元に戻ってきたみたい。なぜかはわかりませんが、この調子で、富岡さんの水を浴びれば、助かりそうね。遊びは終わりだ。腹なんて抑えてどうした？水の飲みすぎか？胃が焼けるように痛い。くそ、忍ちゃんに食当たりしたのか？今日は特別な人間を食ったからな。そんなことはお前には関係ない。一瞬で終わらせてやる。技術。来た。今だ。水の呼吸。七の型。雫波紋月。胡蝶。バカめ。腹を切ったところですぐに回復する。富岡さんたら、万が一、私に刺さったらどうするつもりだったんですか？忍ちゃん、なぜだ？確かに食ったはずなのに。胡蝶、今は揉めてる場合じゃない。一気に行くぞ。はい。おかしい。なぜだ？なぜ回復しない？くそ、痛い。腹が溶ける。虫の呼吸。水の呼吸。邦画の舞。学びき。十の型。生々ルテン。くっそ。この俺が、こんなところで。胡蝶、大丈夫か？ええ。ですが、水の呼吸を存分に浴びましたからね。早く着替えないと、風邪をひいてしまいそうです。俺の羽織でよければ。ありがとうございます。それでは、お言葉に甘えて、水も滴るいい女とは、このことですね。富岡さん、なんとか言ったらどうですか？そうだ。ああ、認めてくれたので。上限を倒したことを親方様に報告に行かなければ。富岡さんに聞いたのが間違いでした。胡蝶、遊んでいると本当に風邪をひくぞ。俺のせいにされたら困る。はいはい、わかりました。ある日突然、届いた未来を予測する手紙。その中に入っていた、この時代にはない体が小さくなってしまう薬。私がドーマに飲み込まれたと、なぜか知っていた富岡さん。富岡さんの水の呼吸で元に戻った私の体。皆さんはなぜだかわかりましたか？私も後から富岡さんに聞いてみたんです。そうしたら、手紙は、俺からといえば俺からだが、今の俺ではない。それに胡蝶を助けられたのも、俺のおかげだが、俺が教えてくれたからだ。なん
なんだかよくわからないことを言っていました。まあ、富岡さんがよくわからないのは今に始まったことではないのですけどね。